Yuta at home。 みんな僕の部屋にお帰り。 NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。最近ね、実はすごく忙しく過ごしていてですね、みんなもねもう知ってると思うんですけど、9月にね僕たち NCT127 が、もう1年以上ぶりかな、カムバックをねすることが決定して、今ねカムバックなりいろいろなね準備期間ですごい忙しく過ごしているんですけど、早くねみんなに準備したいろいろなものを見せていきたいなと思っています。いろいろなねことも撮ってるし、なんでその動画がねいつ上がるのかななんてワクワクしながらね僕自身も思っております。なのでね、みんなも最近ね特に暑いので体に気をつけてね、お互い万全なね体調で会えるといいなと思っております。ということで早速今週の1曲目をお届けしようと思います。 NCT127 でファーストラブ。 You're my first love。 Yuta at home。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。こんなメッセージをいただきました。ラジオネームごはん大森さん。ゆうたくんただいま、おかえり。ゆうたくんを好きになった勢いでダンスを始めました。すごい勢いだね。17歳でダンスは少し遅い気がするのですが楽しいです。楽しいってことが一番いいことだからね。何歳でも何かを始めることって大切なんだなと思いました。ゆうたくんに出会えて幸せです。ありがとうございます。こちらこそありがとう。ゆうたくんに質問です。ゆうたくんはファンの皆さんに踊ってほしい曲とかありますか？またゆうたくんがメンバーと踊っていて楽しい、面白いと思った曲などがありましたら教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。ごはん大森さん、すごいですね。僕も16歳でね韓国渡って16歳で初めてダンス習ったんで全然遅くないと思いますね。で、踊ってほしい曲か。でもね、基本ねうちらのダンスとか、歌とかねカバーしてくれれば何でも嬉しいですけどね。たまにねそういう動画が上がってるじゃん。嬉しいなーって本当に素直に思いますね。で、あとメンバーと踊ってて楽しい曲はですね、すごくたくさんありますよ。練習するときは正直言ってすごいそんな楽しいとは思ったことはないけど、すごいきついからね。でもやっぱねコンサート会場でみんなの前で踊ったときは全部楽しいですし、でもねやっぱ新曲かな。今最近新曲をねずっと練習してるんですけど、やっぱりこうダンスもそうですけど新しい何かをこう習う時っていうのはすごく楽しいかな。本当に17歳でもね全然遅くないと思うので楽しみながら、ダンス頑張ってほしいなと思います。ファイティン。はい。で、ちなみにまだなかなかね外出しにくい状況ではあると思うんですけど、皆さんにねお家で踊るのにおすすめな曲をね僕ね NCT127 の曲でね何かあるかなって思ったので、うちらの曲ってすっごいヘビーじゃん。絶対苦情来るなと思って、でなんかないかなと思って考えてたら、あながちね僕ねキックイットねサビの部分だったりね、ダンスブレイクはもちろんね多分苦情来るんでできないと思うんですけど、結構ねニュッテンってするとかあるじゃん。あれね結構こうなんていうの、このバウンス、胸と肩甲骨のねあたりがねいい具合にほぐれるダンスだと思うのよ。だからねこう肩こったなーとか思った時ね、ちょっとこうパソコンでこうやってらっしゃる方がたくさん多いと思うので、ちょっと疲れたなーと思ったらちょっとねキックイットパッてかけてこう肩上げてちょっと肩動かしてやったらいいんじゃないかなって思いますね。でね、僕もね自分の部屋とかなんかこう宿舎とかでも練習することってあんまりなくて、基本ねダンス練習したら本当にどんどんしてうるさくないし、だからね家でいる時は基本ねこうイヤホンして曲流して頭の中でね覚えたことだったり習ったことっていうのを整理するタイプなんですよね。でこれね僕の持論なんですけど、イヤホン聞いてて頭の中で音に合わせてさ、自分のなんていうの振り付けが頭の中で本当に細かくイメージできたら練習室行ってもできると思うよ。逆に練習室でできててもイヤホン聞いて頭の中でイメージしてできなかったら多分鏡見てないとできないとっていうのがあるのよ、僕はね。なのでねダンス
やってみたい方とかね、ダンス興味あるなっていう方はね、ぜひね参考にしてみてほしいなと思います。はい、さて暑い日も続いていますが、夏休みもそろそろ終わり、日が暮れるのもちょっとずつ早くなってきて、なんとなく切なさを感じる時期ですよね。例年のねような夏らしいことがあまりできていなくても、季節がね秋に向かっていくとなぜか寂しさを感じてしまう。確かにね、そういうことあるね。ということで僕ゆうたが切なさを感じることのトップ3を今日はね発表していこうと思います。本当にね夏の終わりってそういうこと感じちゃうよね。切なさっていうかなんていうの、黄昏れちゃうよね。でも黄昏れてる俺も意外と好きだからさ、わざと黄昏れる時あるよ俺はね。そういうゆうたが、ナンバー3を発表していきたいと思います。ナンバー3は田舎道を車で走っている時、こうわかる？田んぼとか、山が見えてて、でちょっと一本電柱が立っててこうずらーってなんで一本道とかね、僕たちね結構こう撮影とかで韓国って意外と30分ぐらい市内抜けたら結構山がいっぱいあるのよ。なんでそういう、場所とかシチュエーションに巡り合うことが多いんですけど、ちょっと日が沈んでくるかな来ないかなぐらいの時期でそういうところを通る時が多々あったんですけど、そういう時ねすごくこうなんでかわかんないんですけど、昔のねちっちゃい時のこととかいろいろなことがこう頭の中に浮かんで、なんか切ない気持ちになっちゃうんですよね。皆さんこういう経験ありますか？僕が山とか田舎とかあんまりね人がいるとこ好きじゃないからそう感じてしまうのかもしれないんですけど、なんかねそういう、景色を見るとすごくこう切なくなるというか黄昏れちゃう、ですね。ではナンバー2いってみようと思います。ナンバー2、2つあって実は夏の夜の虫の鳴き声、セミじゃないんだけど暗くなったらさなんか聞こえてくるじゃん。昨日も、結構ね夜遅くまで撮影してて待つ時間があって、その時にこう疲れたと思ってちょっとこう携帯をいじってたわけですよ。たら窓の外からどういう鳴き声かを忘れたんだけどこう聞こえてくるわけですよ。でそこも田舎だったんだけど、でその鳴き声を聞こえてくるとなんかねすごく不思議な気持ちで心地いいんだけど切なくなるみたいな、わかります？そんな気持ちになるんですよね。だから夏の夜の虫の鳴き声を聞いた時にリラックスしながらも切なくなるみたいなねことがあって、でもう一個はねコンサートとかアドレナリンがブワーって出た時の後に家、ホテルとかね、結構コンサート終わりあるあるなんですけど、コンサートでさこうみんなの前でこうダンスとか歌して大きい音楽とか、音をね聞いてアドレナリンが爆発してうわーってなってる状態でホテルとかさ家に着いてさ一人でこういるわけじゃん。そういう時間はなんでか知んないんだけど、あれ俺何してんだろうって思う時本当にあって、でそういう時にちょっとねすごく楽しかったはずなのにその後の時間っていうのがね切なく感じたりするんですよ。それがナンバー2かな。虫の鳴き声となんかこうアドレナリンが出た後の一人でいる時間っていうのがナンバー2ですね。でナンバー1はですね、もうこれは王道です。僕の王道です。玉置浩二さんのメロディーをね聴いてるとき、これはすごいよ。みんなメロディー聴いてない人いる？メロディー聴いてぜひ。俺何回か流したと思うんだけど本当にねすごいよこの曲は。本当に聴くとね切なくもなるし温かくもなるんですよ。これすごくね、なんかさ切なくなるってさ結構冷たいオーラというかが多いと思うんだけど、このね玉置浩二さんのメロディー聞いた時ねすごく切ないんだけど満たされるのよ心が。そうで特にね好きな歌詞がね、あの頃は何もなくてそれだって楽しくやったよと、君と書いたピースマークと、あとねいつの間に大切なものなくしたっていう部分がねあるんですけど、このね歌詞の部分が来るとねすっごくこうジュワーっときてね切なくなるんですよ。あるじゃんジュワッとマスクみたいなね、そんなんつけるよりジュワッとくるよこっちの方がね。はい、なのでこのね玉置浩二さんなんかこう切なくて温かくなりたいなって思った時ぜひみんなに聞いてほしい。
このメロディーという曲本当に名曲なんでね。はい、ということで、僕ゆうたが切なさを感じる、ナンバー3をね皆さんにお教えしました。夏もね終わりに近づいている皆さんに僕がね大好きな曲を1曲お届けしたいと思います。井上陽水安全地帯で夏の終わりのハーモニー。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、センチメンタルな気分のナンバーをお送りしました。切ない気分になる時もありますが、これさえ逆にねこれさえあれば気分が一気に上がりテンションマックスというのも実はねあるんですよ。そんなゆうたの機嫌が一気に良くなることのトップ3を皆さんに発表していきたいと思います。じゃあいきます。ナンバー3、コーヒー。これはねこれさえあれば気分よしみたいなとこあるよ。はい。ナンバー2はですね、これはもう歌ですね。ロックですね。ロックを聴けばさ、こう自然とこう体がこうなっちゃうし、あとサウンドもさすごいこうブワーンってくるから眠気覚ましにもなるよね。だからこう一気に覚醒するというか、そんな感じで気分をね上げたいなと思う時にはロックを聴くようにしています。でナンバー1はこれ多分みんな共感だと思うけど、仕事終わり。仕事終わり、これみんな共感でしょ。もうね僕らねNCT1 ねすごいよ。これがラストの撮影ってなった時の一段となる感じで、みんなさっさとそれは進んだお疲れ様ですって帰っていくんだけど、その時のね気分の上がり方が半端ないという、仕事納めですね。仕事納めはやっぱり気分いいですよね。これさえあればね結構簡単に気分は僕はね上がっちゃいます。ということで、さて、リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますので、ここでね何個かご紹介していこうと思います。ラジオネームクロさん、ゆうたくんただいまお帰り。ジョンくんのゆうたーとゆうたくんを呼んでいる動画を YouTube で見て NCT 沼にハマった新規知のものです。すごいね。ジョンよかったね。ジョンのゆうたーでハマってくれたんだ。いつも家事の前にこのラジオを聞いています。あまりね家事は好きじゃないんですけど、ゆうたくんのラジオを聞いていれば、憂鬱な家事も楽しくできています。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。いえいえ。質問なのですが、宿舎でメンバーたちが家事をしたりすることはあるのでしょうか。またゆうたくんの嫌いな家事とかがあれば教えてください。ジョンはねよく洗濯物をしてるみたいですね。でなんかジョンがその演出陣127ジャパンのねファンクラブでなんかこんなことを言ってたらしいんですけど、僕のね嫌いな家事をジョンがやってるみたいなことを言ってたとねこう人づてに聞いたんですけど、そんなことはなくてですね、ジョンはね僕から言わせるとすごい潔癖症なんですよ。あの子すごい潔癖症だからすごい細かいこともするの。ジョンはねこのね例えばね、僕今コーヒー飲んでるんだけどコーヒーの位置までこう直す人なの。リモコンの位置だったりね。だからすごく綺麗好き、綺麗好きなジョンが、だからちょっとねそんなことあんまり気にしない僕のテリトリーをね見てこうやってくれてると思うんだけど、逆に言えばね僕から言わせてみればね、そんな人のテリトリーを勝手にいらわないでくださいっていうことですよ。僕から言わせてもらえばね。でもジョンありがとう。どっちもあるけどね、どっちもあるんですけど、基本ね僕嫌いな家事とかあんまりなくて、本当に僕ね器用貧乏というか本当にね苦手なことは特になくて、ただやらないだけでなので最近はやるようにしてますよ。洗濯物ももちろんしますし、洗濯物終われば自分でこのスチームアイロンみたいなのも買ってね、服もこう服のシワとかも取ったりしますし、皿洗いもねもちろん自分でしますし、時間がある時は、自炊もするようにはしています。なのでね皆さんねこれねメンバーとかがさたくさんゆうたはどうだゆうたはどうだみたいなさ話をしてさ、いつの間にかさ俺がだらしない何もできない男みたいな印象つけちゃってる。これね印象操作されてますよ。皆さん信じないでください。真実はいつも一つですそういうことです皆さん。だから僕ねやらないだけで全然できる人なんで。でも待って、やれない人ってこういうこと言うよね。怖っ。本当に僕はねそういうタイプだと思うんで、嫌いなことは家事ではないかなと思います。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームゆきじゃないよゆうきだよさん。ゆうたくんただいま、毎回楽しく聞いています。
9月にカムバが決まってすごく待ち遠しくて仕方ありません。カムバに向けて始めたことはありますか？私はカムバに向けダイエットを始めました。次に会える時少しでも綺麗になって会えますように、この状況が落ち着いてまた日本でライブできる日を楽しみにしています。ダイエットを始めましたということでですね、ダイエット頑張ってください。無理なくね。本当にね、でもこの状況が落ち着いてね、またね日本でライブできる日を僕たちも本当に楽しみにしています。で、カムバに向けて始めたことっていうのは特になくて、やってること、例えば運動だったりねっていうのは常にやるように心がけていますし、だからそういう気持ちですね。気持ちの準備に入ったかな。そうだね、気持ちがこう作れれば自然とね体も動いてきていい結果が出ると思うので、だからねそこら辺をねこうチーム一丸となって今、準備しているっていうか頑張っているところではありますね。はい、皆さん本当にね今回もたくさんのメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。それではここで続いての曲を皆さんに紹介したいと思います。 NCT127 で Fly Away With Me。 Fly away with me, baby. Yuta at home. NCT127 ゆうたのゆうた at home。 Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのゆうた at home いかがだったでしょうか？はい、実はねすごくたくさんのメッセージが届いていて、一つ、紹介したいと思います。ラジオネーム佐藤さん、いつも SNS で写真をシェアしてくれてありがとうございます。ゆうたくんは普段どのぐらい写真を撮りますか？ぜひ教えてください。連日の暑さに気をつけてお過ごしください。大好きです。ありがとうございます。僕ね本当に普段撮らないですよ。だから写真ホルダーとかも少ないですし、見返すこともほぼないですね。インスタグラムをね始めてこうみんなにね見せたいなとか、僕のその写真を撮るようにはなったんだけど、それでもね他のメンバーと比べると全然少ない方だと思いますね。心に保存しておくタイプですはい、ちょっと俺が滑っちゃって終わってるみたいになっちゃってるけどいいですか？もういいですよねみんなということで皆さんこれからもね皆さんの声を僕にどんどん届けてほしいなと思います。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。 Twitter のハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も皆さん僕のお部屋に遊びに来てください。カムバックもねもうそろそろ近いので、皆さんも体をね整えて本当に万全な状態でね会いましょう。そしてたくさん応援してください。それでは皆さんバイバイ。This program was brought to you by Sumato News. Dope sound 君を笑わせて clowns 過去に置いてきた King's Crown カラカラに乾く street tone それでも叫べよ get loud Cause you're my only one ひざまずこのさ get down I'm blaming you 君に届かないスマートニュース限定バージョン NCT127 ゆうたのゆうたアットホームへようこそ。今回も僕と皆さんの相性を測定する2択の質問を出題したいと思います。ラジオ番組の方で翔太郎と行った答えが合うまで帰れま10を僕と皆さんとやってしまおうというものですね。今回もですね3問出題します。僕と答えが合えば相性バッチリ、僕が何と答えるか皆さんね予想しながらぜひ声に出してね一緒に答えてみてください。じゃあそれでは早速なんですけど第1問いきたいと思います。第1問、血液型占いを信じる派信じない派。いきますよ、せーの、信じる派。信じる。僕ねこれね信じなかったんだけど、あながち最近間違ってないんじゃないかなって思う節がね多々見つかったので信じる派に変わりました。もともと信じない派だったんだけどね。それでは第2問いきたいと思います。お好み焼きを切るとき
縦横の四角切り派、それともピザやケーキのような三角切り派。いきますよ。それでは答えをせーの、三角切り派。やっぱね、お好み焼きはね、僕四角で食べるよりさ、三角切りの方が好きだし、なんか知らないけどもっと美味しく感じちゃう、お好み焼きがね。なので僕は三角切り派でした。じゃあ第3問。あなたの風は鼻からそれとも喉から。これ聞いたことあるぞ。じゃあそれでは答えをいきます。言いますよ。せーの、鼻から。僕絶対鼻からなんですよ。ちょっとした鼻炎持ちなんでね。そうですよ、これも分かるじゃんみんな。点鼻薬って答えあったじゃん、ゆうたクイズでね。だからゆうたラジオをしっかり聞いてくれた方なら答えられたと思います。僕の風邪は鼻からでした。さて僕と何問同じになりましたか。はい、皆さん何問当てられましたかね。はい、以上ゆうた通信でした。では皆さんいってらっしゃい。また来週。バイバイ。